おはようございます。たかしです。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。まずはポンド円の冷やしからです。現在は下落トレンドという話をしました。こういうトレンドですね。そして調整の上昇からこういう動きをイメージしておいてくださいねっていう話をしていたんですが、ただ直近の動きを見ていると、この GMMA の青帯でサポートされるのであれば、ここからのこういう上昇も考えられるという、そんな内容だったと思います。で、昨日の動きなんかを見ていると GMMA の青帯から強く上昇してきてますよね。ですので、ここから先ほど言ったこういう動きになってくる可能性が高くなってきました。ただですね、基本的には先ほど言ったこういう大きな下落トレンドのまだ調整の動きという可能性もあるので、この高値です。196円ぐらいですね。このあたりを明確に上抜けてくるといいんですが、そうでないと結果的にはまた大きく下落していく、こういう下落も考えられます。で、その前に現在はまず直近の高値がありますので、ここですよね。この直近の高値まで昨日は上昇してきましたので、ここで小さく4時間足でダブルトップを作ってますので、この動きも考えておいてください。では4時間足です。先ほど言ったダブルトップのこの形ですね。こんな感じなんですが、今はダブルトップが意識されてますので、まずはこのダブルトップがどういう風になるかっていうところを見ておいてください。朝から今日はちょっと下落気味ですよね。一旦直近の高値が意識されているということがわかりますので、このダブルトップでのこの下落が本格的な下落になるのか、それとも途中から折り返していくのかっていうところを見ておきたいです。基本的な考え方としては現在は上昇トレンド中という話をしてます。こういう動きですよね。ですので、ここ上抜けてくると上昇トレンド継続なんですが、上抜けられないとここから下落していくという可能性も十分ありますので、本日のこの下落がどのあたりまで進んでいくのか、下落から途中から上昇に切り替わるのか、それともズドンと下がっていくのか、GMMA の青帯がここにありますよね。ですので、この青帯を下抜けるまでは基本的には上昇していくと考えておいてください。逆に言うと GMMA ぐらいまで下がってくる可能性があるということでもあります。では1時間足です。1時間足は先ほど言ったダブルトップ、4時間足のダブルトップの高値がこちらですね。ですので、本日は朝からダラダラと下落してきている。ただし1時間足も今上昇トレンド中ですよね。なので、ここからの動きはこういう動きを想定しておいてください。当然上がってくれば直近の高値が意識されてきますので、このあたりっていうのが売り圧力が入りやすい。で、今言ったように GMMA 付近まで下がってくれば、ここ反発の上昇が考えられますので、この動きを想定しておいてください。またこの直近の高値ですね、過去のこの高値、このあたりも意識されてきますので、もし深く下がってくれば、このあたりからの次反発っていうのも考えられますので、こういう動き方も想定しておいてください。逆にこのまま上昇していった場合、今押しをつけてきているので、もうちょっと押しをつけ切る、つまりもう少し下落方向に本日は動きやすいのかなと考えますが、このまましっかり下がってこずに、上昇していった場合は、やはりこの直近の高値、このあたりからの折り返しを考えておいていただきたいのと、もちろんこの高値を超えてくると次また再び上昇方向に動きやすくなりますので、その場合は一旦しっかり上抜けてからですね、こういう風に抜けてから次の上昇に乗っていく、このあたりからエントリーという考え方を持っておくと分かりやすいと思います。ではドル円を見ていきましょう。まずは冷やしからです。こちらも基本的には下落トレンドという話をしてました。そして調整の上昇からのこういう下落の想定ができたんですが、こちらも昨日強く上昇してきてますよね。前回ここ一旦下落してきました。ここからぶつかって、GMMA にぶつかってここから下落してきた。この流れは今言ったこういう動きでの下落なんですが、そこから再び上昇してきてますので、そう考えると今回は一旦押しを作って GMMA を上抜けるようなこういう動きに見えてきますので、一旦は GMMA を上抜けるのを待ちたいですね。ただ、ストキャスティクス高値圏にありますので、先ほどのポンド円と同じく、現在地付近でダブルトップみたいな形で下落するという可能性もありますので、そこはご注意ください。では、4時間足を見ていきましょう。こちらもダブルトップ、先ほど言ったダブルトップですよね。こちらの方が綺麗なダブルトップになっておりますので、ここから下落するのかどうかというところです。今日の朝方から少し下落をしたんですが、結果的には今結構底堅い動きをしてますよね。となると、現在地付近でこういう風に揉み合ってからの上抜けっていうところが考えられます。上抜けた時はすぐこれ上 146.5 っていうところも意識されてくると思いますので、ちょっとそこはご注意ください。上抜けたと思って、ズドンと下がるっていうことも考えられます。ストキャスティクスが高値圏にあるので、ちょっとここからのロングエントリーは様子見をしたいところですね。基本的な考え方としては、一旦下落を待って次の上昇に乗っていく。もしくは一度しっかり上抜けて、こうい
いう動きを想定しておいてください。では、1時間足です。1時間足も綺麗に上昇トレンドを作って上昇してきてますよね。なので本日もこういう動きを想定しておきたいんですが、ただ直上ですね、146円の後半から147円にかけてぐらい、このあたりは上値が重くなってくると思いますので、このあたりからの下落のイメージを持っておく。逆にそこを上抜けてくるとさらにもう一段上昇していくと思いますし、本来ですとここですね、この動き、一度下落してきてそこからの再上昇という、この GMMA 付近まで下落してくるのを待つのがいいと思います。なので考え方としては単純ですよね。綺麗に上昇トレンドを作ってますので、一度押しを待ちましょうという、その押しをつけないのであればしっかり上がりきるのを待ちましょうという考え方。もしくはじわじわと上がってくればこの青い矢印ですね。147円手前ぐらいからの下落のイメージも持っておくといいと思います。それでは本日は以上です。現在使用しているのがトレーディングビューなんですが、使いやすいチャートですので、まだご利用でない方はぜひ一度試してみてください。無料で登録ができます。概要欄に URL を載せておきます。また、ノートのメンバーシップ会員を募集しております。毎朝更新の詳細な分析と週末のスキルアップ動画で FX をコツコツ勉強していけるような内容となってます。毎朝の相場分析でも細かくテクニカル的な話をしておりますので、聞いてるだけで知識とスキルがついていきますので、お忙しい方はまずは流し聞きから始めてみてください。FX を基礎から学びたい、もしくは学び直したいという方は、ぜひノートメンバーシップご利用ください。こちらも概要欄に URL を載せておきます。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。